蜃気楼こそ見えないものの、真夏の団地を歩いた先にあったのは、古い集合住宅の2階にひっそりと佇む興味深いカフェでした。赤い手すりがおしゃれな秘密基地への動線。この雰囲気は何だろう。木製のアンティークな家具とランプが一人一人を迎えてくれる。昼でもなく夜でもない夕方3時ごろ、1時間だけ大切に時間を過ごしたくなるような場所。ちょっとここでチャイ休憩。机の上のランプの明かりが自分の時間だけを照らしてくれる。そんな不思議な空間で添えられた蜂蜜ケーキにも癒される。谢谢。Welcome to our Chai。あ、谢谢。你バイバイ。不思議なカフェを後にし、次の目的地へ。你好。かわいいタイルの館には多くの人が並んでいました。入館料は100元。小さな正方形に一つ一つ歴史が刻まれていると思うと尊い。台湾製だと思いきや、日本統治時代、日本製のタイルが台湾に多く輸出されていました。鳥や花、ザクロなどを埋め込むのが人気で、お金持ちのステータスだったみたい。2階にもタイルの歴史が再現されている。この博物館では20年以上にわたり解体予定の古民家に足を運び、捨てられる運命だったタイルを1枚ずつ救出してくださった。洗浄と修復を続けて2016年に開館。私は特に果物のタイルが好きです。いつか本物のタイルを手にしたい。そんなことを思って眺めていました。店内に並ぶレプリカタイルのお土産も可愛くて選ぶのに一苦労。これは小さなタイルのマグネット。ガラスのコースターと母にはバラのタイルを。台湾と日本をつないだタイルという宝物。素晴らしいものが見れた。すっかり夕方になり、西日に照らされながらジャーイーのもう一つの名物を食べに行く。涼しい麺と書いて涼面。涼面小碗小的一个内用。35度を超える夏のジャーイーを支えるこの町のもう一つの名物。
平らの麺にごまだれ、千切りきゅうり、甘いマヨネーズとニンニクがかかった涼しいだけじゃないパワーフード。ちょっとこれは美味しすぎて驚いた。暑い町に根付いた麺、恐るべし。辛みを加えればさらに夏に立ち向かえそう。ジャーイーでは朝から食べられる店もあるようです。真的好吃。ありがとう。来台湾。3.4元。ありがとう。バイバイ。優しいお母さんの人柄もまた美味しさの一つでした。3回目のフルーツ屋さん。你好。西瓜。今度はスイカをいただきます。谢谢。这是盐包。甘くてみずみずしい。西日に連れて行かれたミネラルをスイカで補給。漂亮。漂亮。谢谢。这是高雄。对，高雄对。お店のお姉さんがチャンネル登録してくださって、先日高雄に行ったことを話すと、シャオリョウ町という小さな島を教えてくださった。小琉球有海龟。哦。对对对。高雄 maybe 1 hour。哦。Yeah. Next time go to 小琉球。谢谢你。谢谢。拜拜。下次再来。拜拜。フルーツ屋さんの皆さんもまた本当に温かい。今日は3階のお部屋にルームチェンジです。すごい。今日のお部屋だそうです。これ部屋なの？このお部屋もまた素晴らしく可愛い空間でした。可愛い。荷物もちゃんと運んでくださっていて、ちょっと入ってみましょう。お気に入りの自分の部屋に帰ってきたような感覚。素晴らしい。独立したシャワーとお手洗いもおしゃれでした。夏のジャーイーの街から自分の家に帰ってきたみたいで、この部屋のインテリアもまた細部まで抜かりない可愛さ。お土産を並べる。母も食べたがっていた新中のビーフン。どこにでも売っているけれど、地元の市場でふらっと買った思い出ごとお持ち帰り。銀のレンゲも同じく。小道具屋さんのエビのレンゲは状態が良く、クリーム色っぽいのが気に入りました。ガラスのコースターとタイルのマグネットは博物館での記念に。宿の周りは夜は静寂に包まれ、鳥の鳴き声が響く。
じゃあいい最後の夜、今夜もふらっと夜市に来た。美味しそうな鶏の唐揚げを買って、生ぬるい風の夏のジャーイーの夜を歩く。一个科胶饼，2个100啊。あとはフージャオピンを買ってお家で食べよう。ジャーイーで過ごした2日間を振り返る静かな宴の始まり。ただいま。比特律方形披萨，松软厚实的饼皮，来自美国的 Chris。过去工作常常往来美国跟亚洲各国，直到。早朝、屋上に行きました。レトロな街の片隅で暮らすように過ごした2日間。本当に楽しかった。ありがとうございました。寂しいけど、桃園に向かいます。谢谢你。レトロなジャーイーの駅から鋼鉄ジャーイー駅に向かうためバス停に向かう。自由友爱，自由友爱，自由友爱。下车的。谢谢。モスバーガーでチキンバーガーとレモンティーを。味は日本と変わらない。隣のコンビニで一番好きなバンチャオのパイナップルケーキといつものお菓子を買って重量測定。新幹線で食べる用のエッグタルトを買ったところまでは楽しい旅でした。Anytime.
train. You can take any train. Okay. Any train. なんかないんですけど、この電車。ここに乗るってこと？何でもいいってこと？今思うと、この時点でかなり異常事態でした。嫌な予感がしました。到桃園几点？现在不能确定。この時点で飛行機の時間に間に合うのか不安になってきました。Maybe it's okay. Maybe. なんか信号の故障でこんなにディレイが発生しているということです。どうしよう。本当にもしかしたら乗れないかもしれないな。私が乗る飛行機は13時45分。12時半には確実に桃園空港に到着する必要がありました。12時には桃園に着くとのことですが、念のためいろいろと調べまくっていました。しかしあっという間にこんな時間で。絶対間に合わないんだけど、ちょっと行ってみます。なんと乗れませんでした。差額を払って成田に行きます。もう最悪なんだけど、成田から地元に帰ることになります。差額が12,000円でした。新幹線入れたら22,000円くらいです。成田空港に着いたら1時間かけて東京に出て、東京から新幹線で2時間かけて地元に帰るしかない。そもそも成田空港という大都会に降り立ったことがなくて、都会に怯えながら移動。日本のいろんな乗り方がわかんない。まもなく快速電車が到着します。千葉、東京。なんかもう右側を歩く癖がついてしまっているし、外国人に質問されてイエスって言おうとしてドゥイって言うし、飲み物を飲んで罰金取られないかなみたいな思ってしまうし、もう頭が台湾のここはもう日本なんだよな。食べたい。台湾料理のお店があってめちゃくちゃ入りたかったんだけど時間がありませんので我慢します。食べたかったな。無事に乗れました。朝の8時から15時間移動してました。本当の恐怖は数日後にやってきました。買い直した
約1万2000円だと思っていた飛行機代の請求金額は約1万2000台湾ドル、日本円約6万3000円。交通費総額7万7025円が消えました。皆さんも帰国当日は時間に余裕を持った行動と日本円への換算だけはどうかお忘れなく。